ユナイテッド航空エコノミーでロングフライトしてみた。今回はサンフランシスコから日本までのロングフライト11時間をメインに、ユナイテッド航空の機内食、ドリンク、アルコールサービス、液晶、エンタメ、Wi-Fi、トイレなど気になるポイントをまとめたレビュー編です。ユナイテッド航空エコノミーでロングフライトってどうなの？その疑問に答えていきます。ポコ旅ライフ。今回はメキシコシティ国際空港からサンフランシスコ国際空港を経由して成田空港まで帰ります。メキシコシティ国際空港に到着しました。テンポよく行くつもりですが、サンフランシスコから成田着が見たい方はタイムスタンプをご活用ください。まずはユナイテッド航空のチェックインへ向かいます。今回はユナイテッドの自動チェックイン機で手続きします。この時間はカウンターが使えなかったので機械で進めています。操作言語には日本語もあったので読みやすくてかなり助かりました。ただ日本語があるからといって操作が簡単というわけではなかったです。入力している最中で画面が最初に戻るのを少なくとも5回は繰り返しました。係の方もいない時間なのでどうしようと思っていましたが、なんとかメキシコシティからサンフランシスコ、成田着までの搭乗券をすべて確保できました。さて、保安検査へ向かいます。保安検査は15分ほどで通過できました。お土産を買った後はユナイテッド航空のラウンジ、ユナイテッドクラブへ向かいます。ターミナル1の制限区域は国内線と国際線の人の流れが集まる感じで結構混んでいます。人が多いので立ち止まってゆっくり探す感じでもなかったです。通路も広々というより少し詰まった感じがありました。さらに改修中っぽい場所も多くて、初見だと動線が少し分かりづらいです。かなり分かりにくかったので係の方に聞いてようやくたどり着きました。現在22時前、やっと落ち着ける場所に到着です。ただ23時で一度クローズ後、深夜2時半に再オープンとのことです。なので一旦こちらで短期回復、その後ラウンジの外で休んで、もう一度ここに戻ってきます。この時間だと食べ物はほぼありませんね。まずはメキシコビールボヘミア、コクがあって少し香ばしい感じ。次はメキシコと定番のメスカルを試してみます。スモーキーだけど甘さもあって思ったより飲みやすいです。続いてドンフリオも回収します。こちらはかなり滑らか、バニラっぽい甘さと樽っぽい余韻があります。空港泊に備えて少し楽な格好に変えました。飲むヨーグルトで胃腸を整理しておきます。甘くて飲みやすい、どんな時にでも口に合うようなさっぱりさがあっていいですね。最後はドスエキス、メキシコ国民的ビールですが、ホップの苦味は感じないんですよね。だから軽めで飲みやすい締めの一本にちょうど良かったです。さて、みんな横になっているちょうどいいエリアを見つけちゃったんで、深夜2時半、ユナイテッドクラブ再オープンまでポンコツもここで寝ることにします。正直ここではあまり寝れませんでした。音もあるし、人の動きもあるし、この時は喉の乾燥もきつく感じたんですよね。さて、再オープンの時間になったので、もう一度ラウンジに入ります。早朝だと考えれば人がいる方かもしれないですね。朝食が2時半過ぎでももう出ています。温かい料理ってだけでも回復が違いますよね。食べ物はしっかり増えていました。さらにメキシコらしくタコス用のサルサまで出ています。まずはリンゴジュースで喉を潤し、そして果物をチョイス。やっぱ果物はいい。揚げたトルティーヤのチップスももちろんいただきます。サルサベレデをかけていただくので、これまたうまかった。
個人的な趣味でベーコンもいただきます。ベーコンはカリカリであればあるほどいいよね。飲むヨーグルトもアゲインします。パイナップル味だけどココナッツの後味でより甘くなってました。早朝ラウンジで少し回復したので、これから搭乗口へ向かいます。ここからメキシコシティ朝5時5分発、サンフランシスコ8時49分着の便に乗ります。約5時間のフライトでしっかり睡眠を取り戻そうと思います。さて、登場しました。737マックス系の機材でした。機内は単通路で、座席は33、短距離便らしいコンパクトな印象です。この後の成田行きも同じユナイテッド航空なので、座席周りや機内エンタメ、詳しいことは次の便でまとめて確認します。出発からすぐスナックが配られました。ワッフルっぽく見えますが、食べるとキャラメル入りのクッキーでした。うまい。ドリンクサービスは2回あったんですけど、なみなみと氷を入れてくれていいですね。1本目は短距離便なので、機内紹介はここまでにします。2時間くらいうたた寝できたかな。帝国発着でサンフランシスコに着きました。ここからはアメリカ入国と乗り継ぎに進みます。サンフランシスコ国際空港に到着したら、まずは入国審査です。ここでは MPC、モバイルパスポートコントロールを使ってアメリカ入国に挑戦しました。MPC は対象者がスマホアプリでパスポート情報や写真、税関申告の内容を送信できる仕組みです。今回は事前にアプリを入れて準備をしておき、到着後に写真を撮影して送信、そのままモバイルパスポートの列へ進みました。結果としてものすごく早かったかと言われると、正直そこまでは分かりません。ただ通常の列に並ぶより流れがシンプルに感じました。聞かれたこともどこへ行くのか、次のフライトは何時かといったような簡単な質問でした。アメリカ入国後はそのまま次の便へ行けるわけではなく、一旦到着エリアを出ます。乗り継ぎの案内へ沿って進んで、成田駅に向けてもう一度保安検査へ。さて、入国・保安検査を終えたら、ユナイテッド航空のラウンジへ向かいます。フライト情報だけ気になるって方は飛ばしてくださいね。サンフランシスコのユナイテッドクラブに着いたんですけど、めちゃくちゃ激混み。まずは1杯目、モデロをいただきます。モデロはメキシコビールの中で一番日本のビールに近いかな。食事は朝ごはんらしく、サラダにシリアル、フルーツ、菓子パン系。お粥は係の方が温度まで測って管理していました。種類もちゃんとありますし、食べ物はちゃんとしている印象でした。人数が多いラウンジなので、作りたての食べ物がバンバン出ていました。2杯目はボストン発祥のサム・アダムス。サム・アダムスはモデルより少ししっかりめ。朝から飲むには満足感があります。Wi-Fi は速度も出ていて快適。混んでいてもラウンジとして文句なしの印象です。3杯目はブルームーン。こちらもアメリカのビールです。ブルームーンは3種類の中で一番あっさりとしています。さすがにお粥でも食べますか。日本人なら脊髄反射で食べたくなっちゃうよね。機内食に少し不安があるレビューを見かけていたので、この辺で先に食べておきます。気をてらってない塩粥がうまいなこれ。そして英語がポンコツすぎて4杯目もまたブルームーンになりました。でもブルームーンは普通に美味しいので、結果的には文句なしです。ユナイテッドから搭乗開始のメールが来ました。そろそろ成田行きの便に向かいますか。ここから今回の本命、日本までのロングフライトです。11時35分、サンフランシスコ発。翌
14時40分成田着の約11時間のフライト予定となっています。成田行きということで、日本人の乗客の方も一気に増えてきましたね。そして今回の便は満席との案内もありました。長距離エコノミーどうなるかな、怖え。では到着までテンポよくかつしっかりと機内紹介していきます。今回もエコノミー席で、機材はボーイング 777-200 です。座席ポケットには安全のしおりに加え、食事のメニューも入っていました。自分で調整できるヘッドレストがついていますね。ネックピローなども準備してくれています。このネックピロー、私にはとっても良かったです。フライト中ずっとつけていても痒くないし、ある程度頭を固定してくれたので頼もしさもありました。体を包める紺色のブランケットも置いてくれていたんですけど、正直ブランケット1枚だけでは私は寒くなりました。ですので上着を座席下に準備しておくのをおすすめします。そして一番の魅力は、長距離エコノミーにしては広い足元なんです。前後に動くドリンクホルダー付きの机、他には USB-A ポートと有線イヤホン用の端子や日本のプラグもそのままさせるコンセントもありました。そして座席モニターについてもしっかりと解説します。あらゆる言語に対応してくれています。画面も大きく、タッチの反応も悪くないですね。で、みんなに見てほしい私が気に入ったご飯のスケジュール。飛び始めるとこんな感じで飛行機マークが進み始めるんですよね。どのタイミングで機内サービスがあるか一目で分かったので、とっても良かったです。今回飲食のサービスは3回あるみたいだ。次にフライト中の過ごし方も選択できました。自分にぴったりな映画などをおすすめしてくれます。初期設定が終わると東京の現地時間が出てきました。次はワイヤレスヘッドホンの設定を見ていきます。有線イヤホンの配布は CA さんがしていましたが、Bluetooth イヤホンを機内に持ち込むのもおすすめです。接続は飛行中に切れることもなく安定していました。映像系に関しては、映像の種類も多いけど日本語対応してないのも多いのかなって感じでした。英語に自信がある方はめちゃくちゃ楽しめる機内エンタメだと思います。個人的に Apple TV が入ってるのがすごいと思いました。普段なら課金しなきゃ見られないですよね。一部日本語音声や字幕に対応している作品もありました。あと邦画も結構充実していたのが意外でした。日本路線だからですかね。もちろん日本語なので安心して楽しめますよ。気になるエコノミーの飲み物事情。ソフトドリンクはもちろん、日本行きの路線ではビールとワインも無料で飲めます。ウイスキーなどのスピリッツ類は有料で、ドル払いかマイル払いか選ぶ方式でした。無料で Wi-Fi も使えるんですけど、LINE が送受信できたりできなかったりする不安定さがありました。飛び立つ前にトイレの確認もしましょう。フックや赤ちゃんのためのベッド、大きめな鏡、コップ、ペーパータオル、ハンドソープなどがあります。アメニティは特になかったですが、いい匂いがしますし、清潔感もあります。気持ちちょっと早いぐらいに出発してくれたようです。ありがてえ。これは幸先がいいですね。ドキドキしながらロングフライトスタートです。さて、安全のビデオも流れ始めました。英語音声なんですけど、日本語字幕がついていますし、肉声のアナウンスは日本語でも話してくださるので安心です。酸素マスクなどが必要な場合は、ご自分のマスクを着用しないと。いよいよ太平洋を越えて日本へ向かっていきます。尻と腰が持つか不安だポコ。毛布、ネックピローよし、快適なフライトの準備よし、最もメキシコの記憶が新しいうちに見るリメンバーミーの再生準備もよし。さて、出発約1時間後、1回目の機内サービスが来ました。ライ麦ベーグルのチップ、
ガーリックブレッドバイトミニプレッツェルツイストのミックスだそうです。プレッツェルは甘さ0、しょっぱさ100、あとはほのかなニンニク風味。しっかり乾燥しているせいか、妙に歯ごたえもあります。こいつは完全にお酒に合うスナックじゃないか。リメンバーミーを当てにバリバリと貪るポンコツです。ちょっとしたらドリンクサービスも始まりました。日本人 CA さんもいるし、片言ビールでも通じたんで、言語については心配すぎることはなさそうです。酒飲まずにはいられない。いただいたのはステラ・アルトワ、ベルギーのピルスナービールです。麦の甘みの後、キレのある苦みが広がります。喉越しはドライ。買ってガーリックのおつまみにはよく合うんで助かりました。これよこれ。お次に飲むのはミケロブウルトラ。パケがおしゃれですよね。うまい。思わずエアマリアッチ。かなり軽くて水みたいに飲めるタイプなんですよね。しょっぱいスナックと合わせるにはちょうどいいです。これはビールが進むポコちゃんです。いや、それにしてもリメンバーミーもちゃんとメキシコに行った後に見ると、やっぱり感動が違いますね。思わずビールが目から溢れ出てしまったポコ。さらに出発2時間後、またもやドリンクのサービスが来ました。モニターではミールサービスとまとめて表示されていますが、実際には出発1時間後のスナックとドリンク、そして2時間後の機内食とドリンクの2段階でした。もらったビールはアルコール 7% でかなり重め。さて、ついに機内食の到着です。特に選択はできませんでした。いざ開封。ヌードル、サラダ、パン、マーブルなケーキっていう感じで一品一品に存在感がありますね。最近増えてる竹でできたカトラリーでいただいていきます。塩コショウもついてるんで味の調整もできそうです。メインは野菜入りの焼きうどん風の麺。麺はかなり柔らかめ。コシを楽しむタイプではないですね。味付けは濃すぎず優しい甘じょっぱい系。野菜が思ったよりしっかり入っています。枝豆、人参、インゲン、ベビーコーンなどが入っていて、彩りが綺麗です。ベビーコーン甘くて美味しいわ。サラダはレタス、キュウリ、ミニトマト。シンプルなカット野菜がたっぷりと入っています。普通が一番。レッドビネガーのドレッシングとバターも入っていました。ならば次はバターをつけてパンに行こう。可愛らしい丸みがありますね。機内食らしい固めの食感と控えめな小麦風味が口に残ります。バターと合わせると美味しくいただきました。デザートは大味だったら残念だなと勝手に思っていたんだけど、チーズケーキにブラウニーが混ざった感じ、甘すぎずうまい。機内食の口コミを見てドキドキしていたので拍子抜けしました。ちなみにたっぷりとついでくれたホワイトワインもいただいてます。ユナイテッドのアルコール提供は素晴らしいですね。種類も多いし量もくれるだなんて文句なしです。メインの麺よりサイドやアルコールの方が強いかもしれません。それからペットボトルの上だけちょん切ったような可愛らしいお水もいただいています。こんだけ飲めばリメンバーミーで流れた水分も回収できますね。さて、1回目の機内食も済みましたが、まだフライトが8時間以上もある。消灯しましたね。寝る前にスマホをいじるかと思ったけど、相変わらず Wi-Fi 接続は不安定。LINE が送受信できたりできなかったりするままでした。ここで気づいたことがあります。今座っている後方の通路側の席は自分もトイレに行きやすい反面、他の方の動きにも影響されやすいですね。人が終始トイレ前で動き回っているのを感じるし、腕にもよく当たるんで定期的に強制起床イベントもありました。つまり寝ようにも寝られなかったわけですね。今回の便で一番辛かったポイントです。諦めて機内エンタメで遊びます。Spotify も入っていてオーディオブックもありますが、日本語はなさそうでした。ポッドキャストもあったけど、こっちも日本語はなさそう。I can't sleep。ああ、そうだ、私眠れないんだ。
コンサートやライブ映像もありますね。これは日本語じゃなくても好きなアーティストがいれば楽しめそうです。キッズモードを選んだら子供向けの映画やテレビがおすすめされました。ゲームもありますね。画面の感度もいいんでちゃんと楽しめそうです。機内エンタメは総合して非常に充実していますね。とか考えてたらもっと目が冴えてきたんでトイレに遊びに来ました。出発して数時間以上経っているにもかかわらず清潔度は保たれております。トイレの神様に願掛けまして、このチャンネルの登録もよろしくお願いします。ちょっとうつらうつらできたかなと思ったところでここで転倒。そしてみんな、ついに残り5時間切ったぞ。これは激アツです。さらにこのタイミングでミッドナイトスナックのお時間です。いや、これほんとわかりやすくていいよね。袋にはハム入りのコーンミールロール、黒胡椒、ハニーバター入りと書かれたものをもらいました。正方形っぽいハンバーガー、サンドイッチが出てきました。ハムが3枚入っていて、重さもそこそこあります。これはハムの塩気にハニーバターの甘さと黒胡椒の香りが合わさる甘じょっぱい系の風味がいいぞこれ。思わず舌包みを打ちました。パンはやや固め、食感がしっかりしている分満腹感もあります。今のとこ機内で食べた中ではこいつがナンバーワンです。今回はお酒ではなくコーラをいただいております。一応ね、朝だしね、寝不足でもあるしね。さて、再び消灯です。残り5時間を切ったということ、さっきの飯がうまかったということで元気が湧いてきました。残り1回だけ機内食とドリンクのサービスがありそうですね。湧いた元気は使わないともったいないということで、寝る前に残りの液晶の機能をみんなに紹介します。まず自分の好みだとか目的に応じて映像と音楽が流れるモード、こんなのもあってユナイテッドすごいですね。これはローマの映像が流れています。あとは縦で見れるフライト情報だとか、眠っている時に良さそうな CA さんへのメッセージ機能もありました。本当にユナイテッドの液晶はハイテクですね。それから乗り継ぎの案内もあったし、世界各地の天気や気候を1週間単位で出してくれてもいます。最後に本当に細かい機能設定もできるようで、文字の大きさに加えコントラストなどもいじれます。さらに視覚聴覚サポートまで対応してくれていたんですよ。これは本当に恐れ入った。あとは消灯中もカートを押した CA さんが何回か来て水を配ってくださりました。機内は乾燥するから喉も渇きやすいんですよね。呼び出してお願いするよりはるかに気軽だったので、この心遣いは本当に助かりました。いろいろしてたらなんだかんだ残り2時間半を切りました。残すところあと1回の機内食以外は皆さんに紹介しきったんで、それまで体力温存します。到着まで約1時間半を切ったところで、いよいよラストの食事が配膳されます。機内食2回目ですね。まずスクランブルエッグがこちら。パンとバターとフルーツ付きの3品です。もう1種類はパンケーキで、メインの食事以外は全部同じです。スクランブルエッグって言われたけど見た目はオムレツだよね。チーズ意外とたっぷりめ、そして角切りのじゃがいもがゴロゴロ、トマト系のソースがかかっています。ちょいジャンキーな感じがいいね。パンはしっとりめ、丸型のクロワッサンはバターが効いていました。お次はフルーツ結構入ってるね。ぶどう3粒に細かくカットされたパインとリンゴたち。パンケーキはキャラメルっぽいものが入っています。想像以上にかなり甘い。生地はしっとりを通り越して若干べちゃっとしてたかもしれない。むしろもっと冷やしてアイスパンケーキのごとくいただくと光りそうな感じがしました。うわー、1時間切ったぞみんな。ということでもう到着に備えてですね、またもおとなしくコーラをいただきます。
今回行きのアメリカン航空はお酒が有料なのもあって全く飲めなかったんですけどね。ユナイテッドでは心ゆくままに飲めてよかったです。もうそろそろ着きそうなんで、今回のフライト編の総括です。初手から空港泊かつ2回のフライト、どちらも後方通路側の寝にくい席だったので、正直かなり体力勝負でした。ただユナイテッド航空はエコノミーにもかかわらず、足元の広さ、アルコール含むドリンクサービスの手厚さ、液晶のハイテクさは素晴らしかったです。それから日本語アナウンスがあったり、日本人 CA さんもいらっしゃったりしたので、全体的に安心感強めなフライトとなりました。帝国発着してくれたのも大いに助かりました。あとは機内の防寒対策と、人によっては有料 Wi-Fi を推奨したいくらいでしょうかね。次回からはしばらく日本編の動画を投稿予定です。海外編も必ず出すので少々お待ちくださいね。これからも役立つ旅情報や晩酌のあてになるような旅動画を発信いたしますので、よろしくお願いします。ポコ旅ライフ。このチャンネルでは日本や海外を旅して観光、飲食する様子を配信してます。皆さんいつもありがとうございます。高評価、チャンネル登録お願いします。お願いします。